ブンブンレジェンドバスブンブンジャーバージョンですね。3つねしまうことができます。ここからみんなブンブンカーが出動でこう開いてあげて、はい、このようにすることでロッドモード、はい、セットします。ソードを取り出してあげると、はい、ソードになります。はい、これショットガンモードですね。はい、これでグレネードランチャーになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。爆上げ戦隊ブンブンジャーよりプレックスのおもちゃです。それでは見ていきましょう。ということでね、はい。こちらはね、プレックスという会社が発売しているおもちゃなんですけれども、基本的に毎年こういうフックトイをね、発売してまして、昔はなんか箱に入ったソフビみたいな戦隊ロボのね、やつとかも、売ったりね、してました。で、今回のメイン、こちらになります。なんと、ブンブン収納ボックスといって、ブンブンカーを収納できるボックスとかペーパークラフト、そして、ブンブンレジェンドバスが入ってるっていうね、めちゃくちゃ豪華セットになっております。これ、ね、めちゃくちゃいいですよね。で、組み立て済みのね、ブンブンレジェンドバスが入っております。あと、シール貼るだけだね。で、あとは、はい、このペーパークラフトがね、入ってると。結構厚みもあって、いいですね。はい。なんかスポンジみたいな感じがしますね。で、これと、あと、このフックトイ系ですね。このなりきり武器。はい。ミニブンブンハンドル。ね。これ1500円くらいなので、デラックスがね、5000円くらいするので、それに比べると比較的ね、安価で手に入れられるって感じです。で、裏、こうやって説明が書いてます。そして、これね、変形ソードアックスと変形ショットガン。これ見たことありますでしょうか？毎年、この戦隊、仮面ライダーでもそうなんですけれども、この同じ形の武器で発売していて、毎年色とこのパッケージが変わってね、発売されているものになっております。で、裏はこんな感じで説明がね、書いております。ということで今回このプレックス商品をね、いろいろ買ってきましたので、じゃあね、取り出していきます。中身を取り出すと、このような感じになっております。それではこちらの収納ボックスから見ていきましょう。中身ね、こんな感じになってまして、で、このスポンジがね、2段になって入っているので、ここに、こちらブンブンカーをセットできると。で、もちろん他のブンブンカーをこうやってね、セットできて、3つね、しまうことができます。で、こうやって、もちろん、こう畳んで、ここ、マジックテープになってますので、ここで、ね、何回もこうやって、はい、開けたり閉めたりっていうのが、繰り返しね、使えるようになっております。なのでね、この、収納系のアイテム初なので、ブンブンジャーで。なので、こうやって3つ自分の好きなブンブンカーとか大事なやつをね、セレクトしたりして、ね、しまっておくっていうのいいんじゃないかなと思います。はい。で、今回嬉しいのがこちら、ブンブンレジェンドバスブンブンジャーバージョンですね。こんな感じになっております。裏は、ブンブンジャーロボかな、これは。はい。でね、はい、レジェンドバス今までにね、5つ出てましたね。こんな感じで。ゴーンジャーとか、恐竜ジャー、特急ジャー、全開ジャー、ドンブラザーズ。そして、初のね、はい、今回、ブンブンジャーで、ブンブンジャーのレジェンドバスが出るという、嬉しいね。はい。じゃあこれもちょっとね、音聞いてみましょう。はい。それではセットします。ブンブンブーンって言ってる。これあれかな、変身する時の音と一緒かな。多分このね、ペダル3回目押した時のブンブンブーンと同じ音声だと思います。じゃあこっちのブンブンブースターでも音声聞いてみましょう。多分一緒だと思うけど。はい。でもこのブンブンブースターって変身するときボンボンボーンなんですよね。
このボンボンボーンのブンブンブースターでブンブンブーンが聴けるっていうのはすごいかもしれない。はい。まあという感じで、はい、音でもデラックス玩具とね、連動して遊ぶことができます。もちろんブンブンジャーロボにもね合体させることができますと。でさらにおもろいのが、見てこれ中身ね、ほらこんな感じでこの基地みたいになってんだよね。しかもこのスポンジを外すことができて、はい、もう本当にブンブンカーが出動する基地みたいになってます。なので例えばここにねブンボット置いて、これデラックスのねブンブンジャーロボについてくるやつです。でさらに今回ペーパークラフトがねこうたくさんついてきます。はい、こんな感じでこのブンブンさんね、ブンドリオブンデラスこう置いて、こうやってみんな出動って言ってブンブンカーがバーってね出てくるシーンをね再現できます。であとはこのブンレッドとかねブンブルーとかね、いろいろみんな大集合です。でこれねこう書いてるんですけど、付属のペーパークラフトが倒れやすい場合はペーパークラフトを組み立てた後に差し込み口を塞ぐように土台の裏側にテープを貼るなどして補強すると倒れにくくなりますって書いてるんですけども、これねこうやって差し込んだ時にこうやってすぐこう取れちゃうやつとかあるんですよ。その時にこの自分マスキングテープなんですけれども、この裏にこうやってテープ貼ってあげると、はい、でこのギュッとねこう押し込んであげると、はい、ちゃんとこうやってね止まりますので、こうやって遊んであげると。で、この空間にね、いろんなブンブンカーをこうセットしたりして、もちろんこのブンブンレジェンドバスでもいいですよ。はい、こうやってセットしてあげて、シーンをね、はい、再現できるという、こうやってここからみんなブンブンカーが出動って言って、はい、出動するシーンをね再現できます。結構これ箱開いたら長いのでブンブンカーたくさんセットできますね。これはすごいね。だいたい詰めればたくさんね入ると思うんですけれども、はい、このだってもうこれでもう4ついけるもんね。はい、なのでたくさんねここにブンブンカーを並べて遊ぶってこともできます。すごいね。この収納だけじゃなくて基地としても遊べるっていうねこの工夫素晴らしいです。さすがプレックスさん。はい。で、今回こっちのね、はい、こっち側のアイテムも見ていきたいと思います。まずはこちらブンブンハンドル、ミニブンブンハンドルですね。はい、こんな感じになっております。これガンモードとロッドモードの2つって書いてたんですけれども、このブンブンハンドルってこのハンドルモードもあるので3つですね。はい、まずはこのハンドルモード、こうやってね運転する時のハンドルモード、そしてここを持ってあげればガンモードですね。はい、特に音とかはないんですけれども、こうやって塗装とかね造形すごい細かくねデラックスと同じくらい細かくされているので、このねこの水色のメタリックの塗装とかなので、もうなりきりアイテムとしてはもう十二分にできております。でここのボタンを押してあげると、はい、カチッとこれ浮き上がります。でこう開いてあげて、はい、このようにすることでロッドモード、はい、にすることができると。はい、この塗装すごいよね。メタリックのこの塗装がほんとデラックス版と何ら遜色ない綺麗にね塗られております。でこれも戻すときはここのボタンを押しながらこうやってね、はい、戻してあげると。で畳んで、はい、このカチッってなるのがいいね。はい、ちゃんと変形してる感があります。っていうね、はい、これじゃあ次ね、これが変形ソードアックスですね。これがおもろい。この変形〇〇系がおもろいんだよ。はい、この2つのパーツになってまして、これをここに、はい、セットします。でくっつくと。でここのソードを取り出してあげると、はい、ソードになります。でここね、はい、シールブンブンジャー、ブンレッドですねのシールとか、爆上げ戦隊ブンブンジャーのロゴがねシールとして貼ってあります。裏も
はい、貼ってます。で、まあ、この造形がね、はい、しっかりとこの、なんかネジみたいな造形とかね、はい、かっこよく造形されておりますと。で、鳴るって書いてたんですけど、その鳴るっていうのはここのボタンを押すと、こんな感じで多分中の、まあ、ギアか何かが回転して、こうジャリンジャリンっていう音をね、立てるっていう、これが鳴るってことだと思います。こうやってね、切ってる時の音みたいな感じでこうやって押しながらこうやって遊ぶって感じだと思います。で、さらにもう一個モードがありまして、こう外して、で、これをこっちかな、はい、こうやってで、ここほらこのクリックで気持ちよいで、こうやってくっつけてあげて、でこれ閉じると、はい、こうするとなんとアックスモードになります。素晴らしいね。はい、さっきとは全く違う形の武器になるという、はい、すごいほんとね、プレイバリューがすごいんだよね。これもう普通にこのソードを縮めた状態のこういうね、ナイフみたいな武器として使ってもいいしって考えると、アックス、ソード以外の武器としても楽しめると。これ反対側でもこうやって持ち手をこうやってつけることもできるって、自分の好きなようにオリジナルの武器として、遊ぶことができます。素晴らしいね、本当に。で、次、こちら。これが変形ショットガンになります。で、変形ショットガンなんですけど、ここをこうやって引っ張ってね、遊ぶことができます。で、ここも、ここ押すと、ジャリジャリンってね、なりますと。これもシールとかね、貼ってあって、細かくね、はい、各所こう造形されております。で、このパーツがついてまして、まあ、これを、まあ、例えば、こことかね、こうやって、はい、ガチャッとくっつけてあげたりとか、することで、はい、これショットガンモードですね。はい、長い、これ銃になります。はい、かっこいい。で、次、まあ、これつけたまま、はい、ここを押して、はい、上に持っていきます。そうするとロックされます。はい、これで、ロッドモード。はい、長い武器になります。はい、で、さらに、これね、戻してあげて、でこれも外して、で、これ、上にね、くっつけることができます。はい、こっちか。ここにこうやってスライドしてカチッと、これで外れなくなります。はい。これでスコープモード。ここからね、狙ってこうやって、バーンってこう、撃つみたいな感じですね。まあ、っていう3つの変形がね、紹介されてるんですけれども、もちろんこれもいろんな、合体方法できます。ここにこうやって、くっつけるとき、ここの両側のこのボタンを押しながら、こうやってね、くっつけると。はい。こういうモードであったりとか、あとは、こうやってちょっと変えてみたりとか、ね、この直角にしたりとか。で、はい。あとは、この後ろ側にね、はい、こうやってくっつけることもできると、逆にこっち側でこうやってね、銃にしたりとかもいろいろできちゃいます。すごい。さらにすごいのが、この2つがなんと合体します。やっていきましょう。これ外して、ここに、くっつけます。これをこうやって。はい。うわ、気持ちよ。このガチャっていう音ね。はい。そして、このパーツをさっき、ここですね。押しながらくっつけると。はい。これで、グレネードランチャーになります。いや、やっぱ2つのね、武器を合体させてるんで、だいぶ迫力がありますね。で、これね、余ってるんですけれども、普通に、まあ、ここにこう、くっつけたりとか、はい、こんな感じでくっつけることもできるし、ここもいけるかな。はい、こんな感じで、こっちにつけてより長くしてもいいし、っていうね、はい、こんな感じになります。で、さらにすごいのが、この、まあ、くっつけた状態でも、まあ、自分のオリジナルのこうやって長武器にしたりとかね、はい、長い剣みたいな感じにしたりとかも
できるんで、本当に、プレイバリューの鬼アイテムですね、これ。すごいね。ほら、こうやって。こっちはソードで、こっちはガンみたいな。こういうこともできるし、はい。すごいね。本当に。いろんな、本当にオリジナルの遊び方で遊ぶことができちゃいます。はい。なのでね、はい、自分の好きなように、こうやって、かっこよく、ね、組み替えたりしてね、想像力を働かせてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですね。これはすごいね。もちろんこう単体だけでも楽しめるけど、2個買った時のプレイバリューがもう半端ないんで、ちょっとこれね、もっと早く手に入れたかったですね。はい、もちろんこのデラックス版のブンブンジャーロボにこうやってね、肩につけたりとか腕にこうやってね合体させたりとか、あとこの足のところにこうやってね合体させるみたいな、このデラックスロボとの連動遊びもできますのでね、はい、本当にいろんな遊び方ができる商品となっておりますね。2000円しないですから、この収納ボックスもね1700円ぐらいですから、はい、でこっちも1つ1500円ぐらいでね、こんなに遊べるということで素晴らしい。はい、ということで皆さんね、見かけたらぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。